星明かりさえ眩しいねこんな日は。ああ気持ちの先がときめきの境界線からちょっとはみ出しそう。そばにいるとだんだん気になる気のないふりしてるのか。だんだん涙が心に隠しきれずにだんだん切なくだんだん寂しく好きなの音聞けたらいいのにね。とんかつ牧場。食べ物相談室ですか？うん。最近食べ物に関する投書が非常に多くなってきてね。その中から誰にとっても興味のある問題と思われるもの、面白くて意義のある質問に答えようというのがその欄の趣旨だ。それでその担当を山岡君と栗田君にぜひやってもらいたいんだがね。はあ。俺たちは究極のメニュー作りで忙しいんですけどね。山岡君、誰が忙しいって？だいたい君は居眠りに忙しいんでしょ？まあ本来なら家庭部の仕事だが食い物のことならって言うんで特に小泉編集局長が君たちを指名したんだよ。ひどいな局長は。まあとにかく業務命令だ。早速取り掛かってもらおうかな。まずこの当初の主に会いに行ってこい。あれあれ仕事が増えちゃって。山岡さんがいつもぐうたらしてるからですよ。そんな言い方はないだろう。ありのままを言ったんです。だいたい山岡さんはちゃんと究極のメニュー作りに取り組んでいると言えるんですか？私が仕事の話を持ちかけてもいつも何ほらそうやって逃げるんですからいつも。逆だよ手紙が。ありがとうございました。こらさっさと仕事に行かんかこのぐうたら男。給料やらんと。でき背景、私はアメリカ在住の日本人で里井真一と言います。30年前にアメリカに渡り苦労した甲斐があって全米に150の支店を持つスーパーマーケットのチェーンを作ることができました。昨年30年ぶりに日本に帰国しましたが一つ日本に帰ってくるのにとても楽しみにしていたことがありました。それはとんかつを食べることだったのです。幼い時に両親を失った私は中学を卒業してからは自分で自分を養わなければなりませんでした。そんな私にとってとんかつは最高のごちそうだったのです。ところが東西新聞社の方ですね。さあどうぞお待ちしてました。それで30年ぶりに日本に帰ってきてですね、あんなに憧れていたとんかつを食べてみると30年前に食べたとんかつと味が違うんです。どうも美味しくない。何軒回っても記憶通りのとんかつには出会えませんでした。里井さんが昔食べたとんかつの味とはどういう味だったんですか？そう、30年前のとんかつは表面はカラッとして香ばしいいい匂いがして噛むとロースの脂身の甘みがじゅーっと口の中に広がって肉の味にはコクがあり、その肉を飲み込む時のあの充実した快感ときたらしかし30年前といえば私は18歳の貧しい青年でした。裕福な人間には何でもないものでもごちそうに思えますからね。30年も経った間にとんかつの味を美化しすぎたんでしょう。いやそうとばかりも言えないでしょう。
それでは30年前のことを詳しく教えていただけませんか？おう。あの頃私はまだ学生で建設現場で働きながら貧しく苦しい日々を送っていました。死にたいのかお前。どこ見てんだどこ。すみません。もうすぐ冬だしオーバーも必要だな。おい兄ちゃん何？知ってるぜ俺たちはよ。さっさと出してほら出せよほら。まだ足りねえってよ。大丈夫かい？君誰にやられたんだ？まったく悪い奴らがいるもんだよ。大丈夫かい？ありがとうございます。はい、お待ちどおさま。これん？なんだい？僕お金持ってません。さっき奴らに取られちゃったから。いいからお上がりよ。私のおごりだ。でも手当てまでしていただいてその上そんなしょんぼりした顔してると一生貧乏神に取りつかれるぞ。とんかつ大王のとんかつを食えば元気になる。食べとくれよ。どうぞ召し上がって。冷めるぞ。はい、じゃあいただきます。うまい。さあ学生さん、若いうちの苦労は身になるよ。苦労すれば必ず報われると思う。勉強して偉くなってちょうだいよ。なーに、人間そんなに偉くなることはねえ。ちょうどいいってものがあら。いいかい、とんかつをいつでも食えるくらいになりなよ。それが人間偉すぎもしない、貧乏すぎもしない、ちょうどいいくらいってとこなんだ。ね？はい。ごめんなさい。いけない。はい、もうできてるわよ。どうもすいません。おいおい、慌てて針でも残してやしねえか。あらまあ、失礼しちゃう。あら、やだ、本当に残ってたの？さっきの怪我がちょっと。まあ、そう。
本当にあの時のとんかつは美味しかった。私は昔のとんかつの味も味わいたいが、それよりもっと今切実に願ってるのは、中橋ご夫妻にもう一度お会いしたいということなのです。行方不明なんですか？それからしばらくして私は夢を求めてアメリカに渡りました。アメリカの生活も厳しく、やっと人並みの生活ができるようになるまであまり手紙を出すこともできませんでした。そうして久しぶりに出した手紙は宛先不明で戻ってきてしまいました。私は慌てて中橋夫妻の居所を探し回りました。今も何人もの人間に頼んで行方を探しているのですが、しかしまだ何の手がかりもありません。なんとか探し出してあげたいですね。あでも30年も行方不明じゃ。あ、あ今日は本当に暑いですね。あ、山岡さん？よし、決めた。中橋さんを探そう。とんかつを作るのは簡単だが、あの人の思いはきっとそれだけでは埋まらないさ。そうだろ。山岡さん、たまにはいいこと言うんですね。たまにで悪かったね。どうせ俺はぐうたら社員だよ。ごめんなさい。ねえ山岡さん、待って。ふざけんじゃねえ山岡。新聞は社会の好機だ。伝言板じゃねえんだよ。しかしもかかしもねえんだよ。貧乏学生の頃に食わせてくれたとんかつの行方を探してるんだって。そんな古臭い人情話は今時流行らねえんだよ。もっと気の利いた話を持ってこいよ。ったくいいか、俺は忙しいんだからな。そうですか。わかりました。ちょっと電話借ります。もしもし。ああ、森か。俺だ、山岡だ。例の里石ととんかつ大王の記事だけど、お前んとこでやっていいよ。あ、譲るよ。おっと、それから言うの忘れてたけどさ、実は重要な情報もあるんだ。これはまだ公にされてないが、里石は新聞社を通じてアフリカの飢餓を救うための基金に1億円の寄付をするかも。ああじゃないよ。今のはどこに電話したんだい。帝東新聞の社会部ですよ。大学の同級生がいるもんですから。なに？貴様というやつはせっかくの特ダネを競争誌に売る気かよ。だって部長はさっき。だからバカ野郎！アメリカに渡り大富豪となった里石の思い出のとんかつに秘められた美談か。なかなかいいじゃないか、この話。食べ物相談室が生んだ傑作ですね。山岡も東西新聞の役に立つことがあるの？それはどういう意味ですか？どういう。おれ、説明してほしいの。いびきかいてること。はい、こちら社会部。その件はですね、とんかつ墓場の店を教えろ。それが今わからないんですよ。こっちでも探してるんです。いや、こっちで教えてもらいたいぐらいですよ。はい、社会部。はい。そうか、来たか。山岡、やったぞ、見つけた。中橋夫妻の居所。どこにいたんです？へへへ、ただでは教えん。教える代わりに好評のとんかつ墓場の続編をやるから、里石が中橋夫妻と会った後の話も提供しろよ。いいな。がっちりしてるな。で、どこなんです？千葉県の老人ホームだ。
中橋さんですね。ほ東西新聞社の山岡と栗田です。ずいぶん昔のことだけど、里井さんのことはよく覚えているよ。アメリカからも何度か手紙をいただいたけど、そのうち音信が途絶えてうまくいかなかったのかなって主人と言ってたの。しかしそれが大成功して帰ってきたなんて本当に嬉しいね。里井さんも何度かくじけそうになった時、とんかつのことを思い出して頑張ったとおっしゃってましたよ。そうかいそうかい。よかったわね、あなた。渋谷も随分と変わりましたよ。恋文横丁が再開発でビルになったんですが、その時から信頼していた人間に騙されて店の権利を横取りされちまったんです。それ以来私たちはその日暮らしの仕事を転々として、最近あの老人ホームにお世話になることになったんです。里井さんかい。里井さん、親父さん。私は親父さんのとんかつの味が忘れられなくてね。そうかい、嬉しいね。どうでしょう、30年ぶりに作ってもらえませんか。ここでかい。でもいいのかい、この店使って。構いませんよ、どうぞ。しかしね、私がとんかつ屋を再び始めなかった理由は資金がなかったことと、もう一つ豚肉の質が年々ひどくなって、味のある豚肉が手に入らなくなったからでもあるんだ。まあ見てください、中橋さん。種子島から黒豚の最上肉を持ってきました。さつまいもをたっぷり食べさせて育てた本物の黒豚です。よく手に入ったな。でも肉だけじゃダメなんだ。他にも大事なものが。もちろん黒豚の脂身もどっさり。何？はい。おい、あんた何言ってんだい。こっちの欲しいもんお見通したわよ。本当、どうして黒豚の脂身が必要だと分かったんですか？里井さんが昔食べたとんかつの味について語ってくれた時、これはと思い立ったんだ。豚の脂身が関係あるんですか？よーし、一丁作るか。とんかつ大王の特製とんかつを。まずラード作りからだよ。ラード？そうです、これが大事なんですよ。鍋に水を少々入れて沸騰したら脂身を加える。ほら、どんどん脂が溜まってくるだろう。これがラードだ。豚の脂身からこんなに綺麗な油が。水を少し入れたのは最初に入れた脂身が焦げつかないためだ。油が増えるにつれて水は蒸発しちまって、後には純粋なラードだけが残るってわけよ。この香り、香ばしくて食欲をかきたてる。そうだ、思い出したぞ。昔のあの匂いだ。いいラードだと揚がり方が綺麗だよ。表面がカラリと仕上がる。変な油だとキレが悪くて表面がジトジトしやがってうまくねえんだ。さあ食べとくれ。とんかつ大王のロースカツ定食だ。いただきます。あ、この歯触り。本当、
サクサクしてて美味しい。肉を噛みしめると肉汁が口にあふれて、そしてこの脂身の甘さ、脂が舌の上でとろりと溶けて広がる。親父さん、これだよ。これこそ私が30年間夢にまで見たとんかつの味だ。私の腕は少しも落ちてないだろう。今日からでも現役復帰できるぜ。あなたがこんなに元気なの久しぶりに見たわ。それを聞いて安心したよ。親父さん、じゃあこの店大丈夫だね。何のこと？嫌だな親父さん、この店の看板見なかったの？看板だって。この店は僕からのプレゼントです。里井さん、受け取ってもらえますね。でもそれじゃあんまり。里井さんは中橋さんに元気で頑張ってほしいんですよ。この店だってあなた方の居場所が分かってから忙して作り上げたんだ。どうか使ってください。そしてとんかつ大王のとんかつ定食をまた食べさせてほしいんだ。里井さん、あなたやってみるか。里井さん、本当にありがとう。大事に使わせていただきますよ。いや、この間のアメリカ帰りの富豪ととんかつ屋の記事、よかったね。ありがとうございます。いやー、あの記事は読者からの反応も大変好評でして、特にちゃんと続編で話がきちんと終わってるのが良かったな。まさに大団円だ。いや、やはり何と言っても大事なのは人情ですよ。ともすれば殺伐たる記事で息が詰まりそうになる社会面に、ああいう人情話は一服の清涼剤ですよ。これからもああいう記事は大事にしていきたいと思っているんです。おい山岡、どうしたんだ？ちょいと飲み食いが過ぎましてね。部長、落としてくださいな、とんかつの菓子で。いや、よし、分かった。なんで社会部が山岡のツケを？いや、これはその当分飲み食いは大丈夫だって言ったろ。社会部がついてるんですもの、安心ですよね。私たち今度は夏の人気者冷やし中華を取材することになったの。究極の冷やし中華を見つけられるかしら。
山岡さんたら初めは冷やし中華なんて中華料理とは呼べないクズだなんて言ってたのに、貝原雄山が同じことを言った途端、そんなのはくだらん権威主義の塊だ。次回究極のアニメドラマ「おいしんぼ」スープと麺、とっても美味しい冷やし中華をお楽しみに。